ずんだもんなのだ。今日はサントメプリンシペのニュースを3本まとめて案内するのだ。まず豆知識なのだ。サントメ SOTOM って名前はポルトガル人が12月21日のヒジリトマスの日に島を発見したとされていて、その記念日が国名の由来になったと言われているのだ。それじゃあ早速ニュースに行くのだ。今日の一押しは3つ目。経済。ガーナは大量のカカオを生産するが得られる利益はわずかだという話題なのだ。サントメプリンシペはギニア湾の赤道近くに浮かぶ小さな島国で、首都はサントメなのだ。ポルトガルの植民地を経て1975年に独立し、現在は大統領と首相を置く共和制の多党制なのだ。人口は約22万人で、カカオ栽培や漁業、観光が主要産業、ポルトガル語とクレオール文化が色濃いのだ。近年は周辺海域の石油探査や環境保護、持続可能な観光が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。政治。MLSTP 国民議会議長の解任請求を進めると認めるという記事なのだ。サントメプリンシペの国民議会で最大野党 MLSTP が議会議長セルミラ・サクラメントさんの解任要求を検討しているのだ。理由はここ最近の本会議での対応と来週予定されていた本会議を一方的に中止した決定なのだ。中止されたのは議会予算の審議と国家予算及び対抗方針の審議でとても重要な会議だったのだ。MLSTP のワンド・カストロ議員はこの決定は議会規定に反し、議長が指導者会議も開かず独断で決めたと強く批判しているのだ。党は週末の会合後、数時間以内に解任要求を正式決定する見通しなのだ。二つ目のニュースなのだ。ADI の議員団で騒動が続くという記事なのだ。サントメプリンシペの国民議会で最大与党 ADI の内紛が続いているのだ。2026年1月末の本会議では、本来は7月の大統領選と9月の立法、地方選を運営する選挙委員会の新法と委員長選出を決める予定だったのだ。しかし、ADI 内部の対立が再燃し、元副幹事長で2022年に当選したバスト・サントス議員の復帰をめぐって、同じ ADI 議員の一部が彼女の退場を要求して大混乱になったのだ。高い派や ADI 内の別派は、法律上バスト議員の復帰は正当だと反論したのだが、議長のセルミラ・サクラメントは決断できず、約2時間の膠着の末、バスト議員と代理議員のどちらの扱いも決めないまま、審議を打ち切って散会したのだ。選挙を前に、議会と与党 ADI の混乱が深刻化しているのだ。3つ目のニュースなのだ。経済。ガーナは大量のカカオを生産するが、得られる利益はわずかだという記事なのだ。ガーナは世界で2番目に大きいカカオ生産国なのだ。でも毎年約1000億ドル動くカカオ市場の利益のうち、ガーナに入るのはたった 2% だけなのだ。理由は、ガーナがほとんどを生の豆のまま輸出していて、ヨーロッパや北米でチョコレートなどに加工されるからなのだ。多くの農家は1日2ドル未満で暮らしていて、有機栽培で収量が高い農家ジョセフさんでも1日約27ドルにとどまり、利益の大きい加工の段階には関われていないのだ。収穫から乾燥まで家族総出で働いても、気候変動や土地の疲弊もあって、貧困から抜け出せない構造が続いているのだ。ずんだもん、議会の混乱やカカオの格差を乗り越え、持続可能で公正なサントメプリンシペの未来を築いてほしいなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界の
まり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。